にちは、アレクシー G チャンネルです。本動画ではトランスフォーマーの作り方について解説していきます。操作方法などの基本的な操作は説明してません。動画の構成は右の通りで、モデル解説編、アニメーション編に分けて解説していきます。概要欄に今回使用したシーンファイル、モデルデータ、アニメーション付きデータをダウンロードすることができる URL を記載しています。まずは必要なモデル紹介編の解説です。ライト、カメラ、地面オブジェクトの他に環境項として HDRI 画像を使用しています。おすすめの HDRI 画像配布サイトは概要欄にある URL からダウンロードできます。次にビフォートランスフォーメーションというコレクションがあります。こちらには変形前の車のモデルがあり、分割などはされていない普通の車のモデルです。リグは全体のルート、車体制御ボーン、タイヤボーン、タイヤ用補助ボーンがある基本的構造のリグです。次にアフタートランスフォーメーションというコレクションがあります。こちらはトランスフォームさせるための車のモデルで、通常のモデルを分割したものです。メインボーンと補助ボーンの表示の切り替えはオブジェクトデータプロパティのボーンコレクションで制御することができます。カーリブに関しては変形前のモデルと全く同じです。それぞれの変形用のボーンをコントロールする3つのボーンとそれぞれの分割したボーンがあります。分割した内部はどの程度作成するのかは用途によります。今回の場合はこの程度で構いません。分割具合などは映画トランスフォーマーを参考にします。分割方法は主にポリゴンの流れに沿って分割します。そして厚みをつけるか、もしくは断面を塞ぎます。変形した際に断面が見えますが、ペラッペラだと現実感ないですよね。そこでソリッドモディファイアで厚みをつけるか、手動で面を押し出して形成してください。なぜ変形前と後のモデルを用意するのかというと、こちらをご覧ください。スムージングが途切れてしまい、曲面に角が立ってしまいます。そこでモデルを2つ用意して、レンダリングの際に2つのモデルをレンダリングし、フレームごとに差し替える、もしくはモデルを瞬時に入れ替えるなどの処理が必要になります。次はロボットモデルです。ヘイドというコレクションにはボーンの形状の元データが入っています。手や足のボーンを動かすと愛径操作で腕を動かすことができます。前方にある球状のボーンは膝の向きをコントロールできます。ボーンコレクションのサブには愛径などの補助的なボーン、TF、トランスフォームには細かいパーツのボーンがあります。あと、ボーンの名称は左右セットで、左は L、右は R とつけておきましょう。なぜかというと、アニメーションを右だけにつけて、それを反転して左にも適用させることができるからです。ポーズをつけて、ポーズをコピー、ポーズを反転貼り付けをするとできます。ということで、少なくとも3つ、変形跡と前の車のモデル、ロボットモデルが必要になります。ここで前準備として、ロボットモデルのルートと変形跡の車のモデルのルートを親子付けします。次はアニメーションです。動かし方を解説していきます。順番としては車のアニメーション、ロボットのアニメーション、車の変形アニメーション、全体の修正になります。こちらのアニメーションの軌跡、パスを表示させるにはオブジェクトプロパティのモーションパスから設定できます。3ds Max と違いパスを動かしアニメーションを修正することはブレンダーのデフォルト機能ではないようです。車のモーションをつける際は感性による車体の傾きをつけてみてください。あと注意するべき点はタイヤが滑らないようにアニメーションをつけることです。いい方法があればコメント欄で共有していただけると嬉しいです。車のアニメーションが終わったら、次は変形用の車モデルにアニメーションをコピーし、全く同じ動きをさせます。もし変形後のモデルのスムージングが気にならない場合は、特にする必要がない工程かと思います。全体のアニメーションをコピーし、貼り付けを行いたいところですが、うまくいきませんでした。この辺りは知識不足で申し訳ありませんが、便利なアドオンや手法があれば教えてください。
仕方ないので一つ一つのボーンを選択してコピーしていきます。車の動きはつけられましたね。次はロボットのアニメーションをつけます。車の中ではこんな感じに折りたたまれています。まず最初は車の中に入るように姿勢を作ります。このモデルの場合ですが、姿勢としては膝を抱え込み、腕を胸に当て、首を胸あたりまでへし、胸あたりまで曲げます。一つリファレンスを用意してみて真似をするとうまくいくと思います。この場合はまず腕を出し、足を設置します。そして首を出していき、立ち上がらせます。その立ち上がるアニメーションができた後に各パーツ、頭のパーツやボディパーツなどを動かしていきます。ロボットのパーツや変形用の車のパーツを内部の可動部分まで作成し、パスや回転制限、リグなどでなぜ制御しないのかというと、可動域以上に動くことができず動きが制限されてしまい、硬い動きになってしまうからです。一瞬肘を逆関節方向に曲げたり、スケールをかけて足を伸ばしてみたりするのをいろいろなアニメや映画で見かけると思います。ニュアンスは同じで個人的な意見ですが、動きにある程度の自由さを持たせるために変形のリグは簡素な方がいいです。実際のトランスフォーマーの変形をコマ送りで見てみると、めり込んでいたり内部が製作されていないというのを見ることができます。ちなみに私のアニメーションの付け方ですが、ポーズトゥーポーズという手法でアニメーションをつけています。アニメーターではないのであまり詳しくはないですが、動きの重要なポーズ絵を先にいくつか作り、間のような代わりでつなぐ手法です。ここでロボットのルートを変形用の車のルートに親子付けします。車のアニメーション、ロボットのアニメーションが終了したので、次は車の変形アニメーションです。まずアニメーションに不要なボーンを非表示にします。どこのパーツからでも構いませんが、本動画では後ろからモーションをつけていきます。本動画で使用しているロボットは頭身が低く、ロボット側のパーツ数も少ないため変形が難しいです。実際の頭身のロボットではフロント部分のヘッドライト、バンパーは胸あたりに割り当てますが、今回は割り当てられるパーツが少ないです。なので消すパーツが多くなり、その分ごまかしが必要になります。360度完璧に変形させることもモデルによっては可能かと思いますが、今回はカメラの視覚を使います。このように裏側の視覚に入れ、スケールをかけ小さくします。リファレンスをよく見ることが肝心です。変形のコツですが、フロント部分は先に少しだけ左右に外れたように変形を始めます。この時動かして止めるを意識してパーツを動かしましょう。フロントのボンネットやその付近のパーツは回転を加え、前方に巻き込むように頭、胸の下まで巻き込みます。左右のパーツは矢印のように巻き込むように胸の下、後方などに巻き込みます。上部にある屋根などのパーツは巻き込みながら後頭部や背中に落とし込みます。その他前方にあるパーツも巻き込むように移動させます。こちらドアなどのロボットボディに割り当てるパーツだけはモーションの付け方が異なります。ドアの制御ボーンをこちらの肩のボーンにこのようにモーションをつけ割り当てます。割り当てる方法ですが、ドアの制御用ボーンにコピーロケーションという位置をコピーするボーンコンストレイントを追加します。ターゲットにロボットのアーマチュアを指定し、ボーンは肩のボーンを指定します。ボーンの位置はヘッド、テールの根で決定できます。アニメーションをつけるパラメーターは影響というパラメーターです。肩まではアニメーションをつけ、肩付近で影響の値を0から 1.0 まで上げてキーを打ちます。
するとドアのボーンが型で固定されます。サイド1にモーションをつけたい場合は影響の値とモーションをうまくコントロールしましょう。同様の方法で各割り当てるパーツにコピーロケーションを追加してください。こちらの大きな3つのボーンは小さく変形した残りのパーツを隠すために使用します。最後にスケールをかけてさらに小さくし、ロボットのボディのどこかにコピーロケーションで固定し隠します。エラーや予期せぬ動作を防ぐためにスケールはゼロにしないでください。こちらの大きなボーンは変形時に各パーツ全体を動かすようにも使えます。矢印のように少しだけ回転させたり、ロボットボディに近づくように動きをつけるとらしく見えます。最後は全体の微調整をしてレンダリングを行います。特にルックの調整は今回行いませんが、 HDRI を設定すると雰囲気は出ますので、よければ設定してみてください。概要欄によく使うサイトの URL を記載しています。こちらでトランスフォーマーの解説を終わりたいと思います。ここよくわからなかったよとか、聞いてみたいこと、ここ違うよとかもいろいろコメントしてくれると嬉しいです。動画のご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。